雨です。春の天気は変わりやすいので、風が吹かないことを祈りつつ、今から出漁したいと思います。こっちも帰るよ。潮目です。雨が降ったんで川から水が出たようです。真水の方が海水より上にあるんで、タコ類死んじゃうかもしれませんね。下り潮の時は川から水が出るんで、こっちに川の水来ますけど、上り潮に変わったらこっちに押されますんで、海の水に変わると思います。くれるといいんですけど、そうはいかないでしょうね。もっと早く来ればですね、これがいるんですけど、日が高い、まだ明るいうちは。日が暮れると名古屋風が見えますね。これが食い破られてますね。でも名古屋風が食い破るはずないんですけど、トラフグは入ってないし、名古屋風かな。僕ちっちゃいですね。あとはしばらくここやります。私はこれでヘビニアになりました。日が暮れたんで、背中とエビが出てきましたね。エビがちょこっと見えてます。まあ時期的にいる時じゃないんで、ちょこっと見えるだけでもかなり嬉しいですね。なんか最近ここに白コチがたくさんいるんで、白コチかな？おお、黒コチです。よかった。こっちもフットですけど、手長とシャコ、これ昼やったらシャコいるんじゃないですかね。ここ手長とエビが嬉しい。ちょっとね小川が近いんで気をつけたいところです。これが非常に嬉しい。もうスーパーお宝状態。タコ類はよし、
ないんですけど、ちょっといて驚きましたが、グッドですね。さて次行きましょう。よいしょ。全然落ちてきたの気づきませんでしたね。光りました。でももう死んじゃってますね。食べようかな。でも死んじゃってるし。ああ、慣れてるな。ちょっと良かったかな。ちょっと起きだしたらチヌも何もいない。でもエビが多いですね。今日は海藻がとても少ないので筋トレしなくていいから助かります。ダメ、もうちょっと丘入りましょう。エビは結構多いですけど、あ、でも手なごった。もうこれさえいればって感じはしなくもないですね。あそこにいる先輩の船がかれこれ10分ぐらい流れてます。網上がってますんで、多分網を修繕してると思います。フグが当たったに違いない。 LINE で聞いてみましょう。ちょっと深いところに帰りますんで、ワイヤー調節。沖の方が浅いんですよね。ちょっとお金入れます。 LINE 送った先輩から電話がかかってきたんですけど、今横長の大石が横に入って縦に入ってくれれば抜けるんじゃけど、横長に入って抜けれんで弱った言うてました。絶対フグじゃ思ってましたけど爆笑しました。あ、ちなみに同じ港の先輩です。さっきよりは岡口です。だからチヌがちょっと多めなんじゃないかなと思いますが、おお、手中がもう見えてますね。嬉しい。やはり予想通り。とにかくこれが本当すごいですよね。過去イカ類。ちょっと相場がいいとかではないレベルなんですよね。これが本当に。シャリゲタびっくり。こんなとこに、しかもこんな肉厚の、ここで取ったことないですわ。シャリゲタ、そもそもシャリゲタって呼ばれてるぐらいですから、砂地のゲタなんですよね。ここダベジなんですけど、こんなとこで初めて取りました。あとやっぱいい時間帯なんでしょうね。もう入り全然違うし、ハモも綺麗ですし、これならまあまあ値段つきそうです。鈴木まで。この鈴木ほどはしないでしょうけど、シャリゲタこれ今もう子も入ってますからね。ここも持ってるでしょう。これ卵が入ってるんですよね。これはかなりいい値段つくんじゃないですかね。誰が食べるんだろうかっていうような。水温の上昇とともにシャリゲタはちょっと見なくなりましたね。砂地でも見ません、ほとんど。よいしょよし、
かなりいい雨でしたね。ゆっくり寄りましょう。あら、寺が一本消えてるやん。よくあるあるじゃないですか。もう一気に距離寄るで寺が一本ですからね。これはかなりすごいですね。サムネに使えそうです。あとはエビがいてくれると思うんですけど、結構今ここね、こうダベジなんですよね、泥が。だからシャリゲタがいるのは本当に珍しいです。ここでシャリゲタ本当取ったことないと思います、自分。名前忘れました。それとですね、アマテゴが今年はたくさん見えてますね。さっきも言いましたけど、ここダベジなんでアマテゴがそんな湧くようなとこじゃないんですよね。ここに同じのとこ行った時はもっともっとたくさんいました。アマテゴも多分多い年ですね。来年の春までどれくらい残るかが問題なんですけどね。やっぱりこういう潮の返しが良かったですね。ちなみにここは2時間前に潮が返します。同じとこやったんですけど、やたらがさってますね。さすが潮のとろみって感じですね。多分全然見なかったんですけど、夜になった途端めっちゃあっぽんな、思いっきり指先で行ってしまった。よかった、刺されなくて。夜になったらやったら多いですね。いや、わかる。ペナルがいないのかな。ちょっともう少し神の方行ってみましょうか。潮が返す直前の方が良かったようです。危ないな本当にこいつ。自分の少し東側にさっきの先輩がいますので、先輩の方行ってみましょう。ちょっと丘入りました。これ多分もう小川の際です。潮変わったら海藻入りだしたかな。これは先輩だいぶ機能通っとるな。どうも先輩は血の狙いであるようです。こんなんも魚の餌なんですかね。食べるんでしょうか、魚。ちょっと毛が生えてますけど。また池場がパンクしそうなので少ない方へ移動しましょう。ちょっとガスがかかってきました。
海へ来てみたんですけど、もう一度下へ戻りましょう。エビ狙いでここへ来てみたつもりなんですけど、一応エビだけは今日一多かったですね。今んとこでも良かったレベル。なぜなら頼まれてるからです。取れるかどうか毎日ヒヤヒヤしてます。おー、やっと入り出しましたね。瀬戸内。おー、超えてる瀬戸内もパンパンですね。本当にやっと入り出しました。3時間ぐらい何もいなかったです。急に入り出しました。いやちょっと辛抱の時間が長かった。同じとこやってても全然入り違います。やっと魚が入り出したと思ったら雨が降り出しました。風も少し出てきました。ちょっと早いですけど、あと2番ほどやって帰りたいと思います。おお、鈴木結構ナイスな鈴木。しかも入ったばっかり綺麗です。おお、鈴木が来たと思ったヒラメまで。肉厚。ちょっとこの肉厚さはすごい。4キロいってますかね。うわ肉厚。うわすごっ。うわ鈴木がもう全然脇役になってしまいました。鈴木見た時いいもん撮影できたと思ったんですけど、この肉厚ヒラメが全部持っていきましたね。これはほんとすごい。やったね。これは君です。おお、傷がかった。全部チノかと思ったら、今年も落ちてくるシーンを撮影できました。全く気づきませんでした。最後チヌ取って帰ろうと思ったら、うわ気持ちツルツル。反対はザラザラですけど、こっちはツルツル。やりました。今年も落ちてくるシーンを撮影させていただきました。メスかな、メスっぽいな。やりました。ビップルームじゃないですけど、こちらへお入りください。じゃあ風も出てきたんで帰ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日ははい。ヒラメ、はい、やったー。そしてはい。じゃあ何？ついに落下シーンを撮影できました。やったー。ついに感謝の儀式ができました。やりました。ただ撮った瞬間非常に海が荒れたので帰りました、かなり早めに帰りました。うわ、よかった。でも無事に帰れまして。
こちらです、ふぐちゃん。はい。非常にやった非常に小型なんですが、ー。いや、でも十分。なあ、持ってくれるだけで嬉しい。はい、嬉しい。可愛すぎる。見てください、このべっぴん。ユージパイルべっぴんです。べっぴんってことは女の子です。多分出してないけど。あ、出た。やったね。やった。美少年の間違い。白子確定じゃないですか。美少年の間違いでした。美少年です。やった、嬉しい。起きてみても出てなかったけん。やったね、これは期待できます。はい、はい、やりました。他の人が撮ってるかもしれないので、はい、またカメラを持って位置行ってみましょう。はい、はい。はい。病気やな。毛がないもんな。お腹減っとん。めっちゃお腹減っとんだよな、かわいそうに単に。家業のほんま。かわいそうだな。雨からはいな。持ってました。僕ら大きかったな。3.1だった。広いもんねえわな、チンコリ。